おなつかんじこんばんポーターとしてもデータ分析が的なのでよろしくお願いいたします。いきなりやっておりますけども、チャンスメーカーの動きを確認しておこうということでやっていきたいなと思います。今見ていただいているのは無印の左ウイングからまず見ていっております。ファンデルファルトとかが来ましたからね、ここでチャンスメーカーとどう違うのかを見ていっております。で、無印の左ウイングですね、ここに関しては基本的にはですね、ちょっとなんていうのかな、どっちつかずというか、周りの動きに忖度しながら動いていくようなイメージがやっぱ強いのかなっていう感じがしております。パス受けするにしても、裏抜けするにしても、こう、ちょっとずつやっていくようなね、イメージというんですかね、そんなところ。あんまり悪く言うとあんまりはっきりしてない動きっていうのもちょっと多いのがね、無印のところでもあり、ただどの動きでもしてくれるのが、無印の良さでもあったりするので、そういったところの違いが分かれば良いかなというところですかね。で、逆サイドにあるとですね、そこまでも反応はしていなくて、裏へのところはですね、2列目のタイミングなのかな、ちょっと遅いかなって感じしますけど、そんな感じです。ここからがですね、チャンスメーカーの左ウイング、ファンデルファルトを見ていくんですけども、こんな感じで結構やっぱ降りてきてくれますね。で、パス受けしてくれますね。で、ある程度近づくと裏へのね、飛び出しというかね、前線への動きっていうのをしていくような、そんなイメージではありましたね。やっぱパス受け1回してからの裏抜けっていうこと、これが基本的な動きになっておりました。で、ですね、ボールが逆サイドにあると中に寄ってきてですね、こんな感じでパス受けもしながら、タイミングによって裏抜けていくというような感じをしておりましたね。で、これがね、真ん中より一瞬でも左に行くとですね、ほら、こんな感じで外に広がっていくんですね。なので、ボールの位置によって、この左ウイングの場所が変わってくるっていうのも知っておくと良いかもしれないですかね。逆サイドにあると、中に絞ってくるという形です。飛び出すタイミングというかね、裏に行くタイミングに関しては2列目と似てるようなぐらいの感じでしたかね。ちょっと無印に似てるかもしれません、この辺はね。はい、次、OMF 見ていきましょう。無印の OMF から見ていきます。無印の OMF はですね、なんだろうね、パス受けはしないよね。なんかこんな感じで、基本パス受けしない、割と裏狙ってる感じはしましたね。結構だから前に対する意識は強めというかね、やっぱ OMF、オフェンシブミッドフィルダーっていうところで結構前の意識は強めなのかなっていう感じがしましたね。で、右サイドにある時はね、結構ニアのね、このスペースを使おうとして走っていく姿が見られましたね。上がった後は割と上がりっぱな感じがしてました。はい、ここからチャンスメーカーの OMF を見ていきます。こっちに関してはやっぱりこんな感じで結構寄ってきてパス受けしますよね。結構距離遠くてもね、寄ってきてくれるんですよね。で、その後は裏抜けとかね、ここは先ほどの無印と同じで、前への意識っていうのはそれなりにあるっていうような印象がありました。こんな感じでパス受けするときはね、結構下がってですね、後ろからでもこうやってね、いつでも出せるよみたいな位置にいてくれているっていう感じがありましたよね。この右サイドで持った時はね、無印と似ててですね、右サイドのところ、このスペースをね、結構使おうとね、走っていくような姿は見られましたね。たださっきの無印と違うところは、その中でもパス受けとかをね、したいっていう気持ちがちょっと出てる感はありましたね。逆サイドで持ってる時とかも、こんな感じでですね、裏に走っていくんだけど、ちょっとね、この後またパス受けで下がったりするんですね。さっきの無印は上がりっぱとかありましたけど、チャンメはね、ちょっとこんな感じでパス受けもしながらやっぱ攻撃もしていくっていうような姿が見られましたね。はい、ということでですね、ちょっと見ていきました。基本的にはやっぱりチャンスメーカーってパス受けをしてくれるっていう感じがありましたね。こちらナンバー10とかと、あの辺と違いなんですけど、ごめんなさい、ナンバー10ね、ファンデルファルト俺持ってると思ったらね、なんか、持ってなくてですね、ちょっと今回できてないんですけど、ただジーコの時とかもやったんですけど、ジーコはですね、この裏抜けの動き、チャンメでいうとこの裏抜けの動きっていうのは基本的にはしないですね。ずっとパス受けというか、あんまり動かずではありますけど、最小限の動きでパスコースを作ってパス受けをするっていうような印象でありましたね。で、あとはね、リンクフォワード、似てるところで言うとリンクフォワードになるんですけど、リンクフォワードに関してで言うとですね、チャンメほど裏抜けはしようとはしてないですね。
ナンバー10よりは裏抜けしようとするっていうような印象で、パス付けの動きもね、ちょっと違う印象があって、チャンメの方は結構距離遠くても走って降りてきてくれるというかね、迎えに来てくれるっていう印象。リンクフォワードに関しては迎えには来てくれないけど、ナンバー10のパス付けに近い感じですかね。最小限の動きでパスコースを自分から作ってですね、ディフェンダーと被らない位置にパスコースを作ってですね、パス付けをしてくれる。結構利口なイメージなんですけど、そんな感じのがリンクフォワードになりますから、そのあたりはね、住み分け自体はできてるのかなと思いました。ファンデルファールトで言うとナンバー10とね、チャンメイとって感じなんですけど、チャンメイに関しては結構やっぱ裏とかパス受けとか動きが流動的になるので、そういった意味では使いやすい部分が出てくるかなっていう感じがしてますね。ただ個人的にはナンバー10すごく好きで、昨日やったボックスストライカーと似てますけど、そこにいてくれるっていう安心感はかなりありますし、ポゼッションとかね、するときはね、ナンバー10の方が明らかにしやすいんですよね。周りがどういう風に動いていてもナンバー10はそこにいるっていうのはかなり使いやすいので、 OMF とかで使う場合は僕はナンバー10の方が好きだなっていう感じはしてますね。あとはですね、普段無印 OMF 使ってるけどポゼッションなんかしにくいんだよなって思った時とかはチャンスメーカーとかにしてみるのもすごくありなのかなと思います。で、チャンスメーカー使っててもですね、ちょっとポゼッションいつもパスコースないんだよなみたいな人はですね、ナンバー10にしてみるのも一つ手なのかなと思うので、参考にしてみてください。はい、ということで、そんな形で今日はですね、やってきました。時間ないのでごめんなさい。ちょっとだいぶシンプルになってるかなと思うんですけど、こんな感じでね、終わっていきたいなと思います。皆さんの使い方とかね、おすすめとかあったらね、コメントで教えていただければなと思います。そしてまたですね、この検証自体も一つのシチュエーションでしかないので、もちろんイレギュラーな動きとかね、その辺はあるかなと思うんですけど、基本的な動きとして一つ参考にしていただけたら良いかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度で2万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。